こんにちは、パワミです。本日はアプリ開発の6回目、ギャラリーで週間カレンダーに献立リストを表示する方法について解説します。本日実現する内容です。シェアポイントリストでこのようにデータを持っている献立リストがあります。パワーアップスのギャラリーで週間カレンダーを作成し、日付ごとの献立リストを表示します。メイン、スープ、サラダのカテゴリーごとに分けて、マトリックス表のようにリストを表示することもできます。本日の流れです。はじめにギャラリーで週間カレンダーを表示する方法について解説します。次に週間カレンダー内にリストを表示する方法を解説します。ギャラリーで週間カレンダーを表示する方法は、例えばタスクリスト等いろいろな場面で活用できますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。Twitter ブログでの情報発信もしています。はじめに Power Apps でアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース設計、アプリ開発、テスト、修正、発行、共有の順に進みます。今回は3ステップ目のアプリ開発をアプリの設計に沿って行います。アプリ開発のステップは今回と次回で完了予定です。まず、ギャラリーで週間カレンダーを表示する方法を解説します。シーケンス関数を使うと、指定した番号から連番の単一テーブルを作成できます。この時の列名は value となります。そのため、まず水平ギャラリーの Items プロパティにシーケンス 7,0 を設定すると thisItem.value で0から6の連続した番号を取得できます。その後、テキストラベルで today プラス thisItem.value と表示すると、今日から1週間分の連続した日付を取得できます。それでは実際にパワーアップス画面で操作をしてみます。まず、パワーアップスの編集画面で空の水平ギャラリーを挿入します。ギャラリーの Items プロパティでシーケンス 7,0 と書きます。これにより0から6までの連続番号の単一テーブルが作成されます。テキストラベルコントロールを配置し、thisItem.value と書くと、テーブルの値を取得でき、0から6の連続した番号が表示されています。今回は一番左を今日の日付とし、連続した1週間の日付を取得したいので、today プラス thisItem.value と書きます。すると、このように1週間の日時が取得できます。これを月-日曜日のようなフォーマットに整えるには、このように関数式を記載すれば OK です。ひとまずこれでカレンダーは完成ですが、前の週、次の週に表示を切り替えたいときがあると思います。その場合、矢印ボタンを挿入し、OnSelect プロパティで一番左に表示する開始日付を変更していきます。その場合、変数を使うため、先にこの画面を開いたときの OnVisible プロパティに Update コンテキスト関数で変数StartDate に Today を入れておきます。そして先ほど日付表示で Today と入れていた場所を変数 StartDate に書き換えます。最初この画面を開いたときは StartDate が今日の日付になります。矢印の
OnSelect プロパティにアップデートコンテキスト関数で変数 startDate-7、startDate プラス7と入力します。そうすると矢印をクリックしたら変数が更新され、1週間前の日付、1週間後の日付が開始日になります。こんな感じでギャラリーで週間スケジュールを表示することができました。次に週間カレンダー内に献立リストを表示する方法を解説します。今回表示する献立リストはシェアポイントリストでこのようにデータを持っています。先ほど作成した週間カレンダーにデート列でフィルターした日付のミールプランネーム列のデータを表示したいです。実際に表示するイメージはこんな感じです。この時、先ほど作成した水平ギャラリーのカレンダー内に垂直ギャラリーを入れ子にして献立を表示することができます。それでは実際にパワーアップス画面で実装してみます。先ほど作成したカレンダーの一番左の列に空の垂直ギャラリーを挿入します。Items プロパティで表示するアイテムを日付で絞ります。カレンダーの日付は年が表示されていないため、水平ギャラリーの中にもう一つテキストラベルを追加し、Today プラス thisItem.value と記入します。そして入れ子にした垂直ギャラリーの Items プロパティでフィルター関数を使い、ミールプランリストのデート列が先ほどのテキストラベルで表示した日付と一致するアイテムに絞ります。あとは垂直ギャラリーの中にテキストラベルを追加し、thisItem.mealplanName と表示すれば、日付ごとの献立リストが表示できます。カテゴリーも表示したい場合、Lookup 関数を使ってカテゴリー ID からカテゴリーネームを表示します。Lookup 関数の使い方については、以前の動画、よく使う関数その1を参考にしてください。献立リストをカテゴリー順で表示したい場合は、ソート関数を使い、カテゴリー ID でソートします。これでカレンダー内に垂直ギャラリーを入れ子にして献立リストを表示することができました。応用としてカテゴリーごとに行を分けてマトリックス表のように表示したいときもあると思います。この時は垂直ギャラリーを行数分配置してそれぞれのアイテムスプロパティでカテゴリーのフィルターをかける方法が取れます。例えばカテゴリーをメイン、スープ、サーダの3つの行に分けて献立リストを表示してみます。カテゴリーごとに列を分けてマトリックス表のように表示するには、ギャラリーをカテゴリーごとに分けて挿入します。今回はメイン、スープ、サーダの3つに分けて表示してみました。アイテムスプロパティでは、先ほどはデート列だけでフィルターしましたが、加えてカテゴリー ID のフィルター条件も追加します。メインはカテゴリー ID が2、スープはカテゴリー ID が3、サーダはカテゴリー ID が4になっていますので、この ID でフィルターをしています。これでカテゴリーごとに行を分けて表示することができました。これは行数分のギャラリーを追加する必要があり、少しメンテナンス性も悪くなるため、もう少しスマートなやり方を知っている人がいれば、ぜひコメントをください。本日はギャラリーで週間カレンダーを作成し、献立リストを表示する方法を解説しました。週間カレンダーでの表示は、タスク管理や工数管理等いろいろなアプリに使えると思います。今回紹介したギャラリーを入れ子にする使い方は、複数選択肢列等
テーブル型のデータを表示するサイトにも使えます。汎用的に使える実装だと思うので、ぜひいろいろな場面で使ってみてください。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。